皆さんこんにちは。心の健康ナビチャンネルへようこそ。今日は感情のケアパッケージというテーマでお届けします。日々の生活の中で感じる様々な感情に対処する方法や心地よく過ごすためのヒントを紹介していきます。未来に向けての小さな一歩。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、通知ボタンも押していただけましたら幸いです。それでは感情の理解と認識から始めていきましょう。感情の定義と基本的な機能。感情とは、私たちの日々の行動や決断、人間関係に大きな影響を及ぼすものです。では、感情とは具体的に何か、その生物学的な役割は何なのかを掘り下げてみましょう。感情の生物学的根拠。感情は、私たちが環境に適応し、生き延びるための基本的なメカニズムです。恐怖、喜び、悲しみ、驚きなど、感情は脳の特定の部位に反応して生じます。この生物学的プロセスは、私たちの安全を確保し、より良い判断を下すのを助けます。例えば、危険を感じた時の恐怖は、私たちが安全な行動をとるよう促します。感情はまた、人間関係を形成、維持するのにも不可欠です。感情を通じて他人と共感したり、愛情を表現したりします。感情の適切な表現は、信頼関係を築く上で重要な役割を果たします。私たちは多くの感情を経験しますが、これらは基本感情と複合感情に隊列されます。基本感情。基本感情とは、全人類に共通して認識される感情で、例えば喜び、悲しみ、怒り、恐怖などがあります。これらは直感的に理解しやすく、顔の表情などにも現れます。複合感情。複合感情は、これら基本感情が組み合わさって生じる、より複雑な感情です。例えば、プライドや羞恥などがこれに該当します。これらの感情は社会的な文脈や個人の経験に強く影響されます。感情の識別練習。感情を識別する練習をすることで、自己理解が深まり、感情的なコントロールが向上します。日常生活で感じた感情を日記に記録するなどして、どの感情が何を引き起こしたのか、その原因や結果を追求することが有効です。感情の自己管理には、日々の感情を追跡し、振り返ることが有効です。日記をつけることは、その強力なツールの一つです。毎日の出来事とそれに伴う感情を記録することで、感情のパターンを識別し、特定の状況がどのような感情を引き起こすかを理解する手助けとなります。日記を使うことで、自分自身の感情に対する洞察が深まります。例えば、特定の人との会話がストレスを引き起こすことや、特定の活動が喜びをもたらすことが明確になるでしょう。この自己認識を通じて、ストレスの多い状況を避け、幸福を感じる活動を増やすことができます。ストレスは避けられないものですが、その影響を管理する方法は多くあります。効果的なリラクゼーション技術には、深呼吸や瞑想、マインドフルネスがあります。深呼吸は、体に酸素を多く取り込み、リラックス効果を高めます。瞑想やマインドフルネスは、現在の瞬間に集中することで、過去の後悔や未来の不安から心を解放します。これらの技術は、日常生活に簡単に取り入れることができ、継続的に実践することでストレス耐性が向上します。はじめは短時間から、そして徐々に練習の時間を延ばしていくことが推奨されます。ポジティブな感情を育むためには、感謝の習慣を持つことが非常に有効です。毎日、感謝するべき3つのことを考えるだけで、その日のポジティブな側面に焦点を当てることができます。また、趣味や興味を持つこと、社交活動に参加することも、幸福感を高める重要な要素です。
趣味は個人の内面的な充足感を提供し、社交活動は人間関係を築き、支え合うコミュニティ感を育むのに役立ちます。これらの活動は日常の中で自然とポジティブな感情を引き出し、生活全体の質を向上させます。感情が高まった時、それを冷静に管理する方法を学ぶことは、精神的な健康にとって重要です。冷静さを取り戻すためのテクニックには、感情的な距離の取り方や、具体的な問題解決に焦点を当てる方法があります。また、ネガティブな感情と健康的に付き合うためには、その感情を受け入れ、その原因を理解し、対処する方法を見つけることが必要です。一時停止して深呼吸する。感情が高まったと感じたら、一度立ち止まり、深く呼吸をすることが有効です。深い呼吸は、自律神経のバランスを整えることにより、身体的なリラックスを促し、心の冷静さを取り戻します。深呼吸を5回から10回繰り返し、心が落ち着くまでこの行動を続けることが推奨されます。具体的な問題を特定し、小さな解決策を考える。感情の高ぶりの原因を具体的に特定し、その問題に対する小さな解決策を考えることで、感情に振り回されることなく、現実的な対処が可能になります。問題を分解して小さなステップに落とし込み、それぞれのステップに取り組むことで、問題全体が管理しやすくなります。感情的な距離を取る。感情が高まった際には、その感情から一歩引いて客観的に見ることが助けになります。これは第三者の視点を取るとも言われ、自分の感情や状況をあたかも他人のものであるかのように考えることで、感情に流されずに冷静な判断ができるようになります。これらのテクニックを適用することで、感情のアンバランス時でも冷静さを保ち、効果的な対処が可能になります。時には、専門家の助けを求めることも重要です。心理的な支援が必要な場合や、自己解決が困難な場合には、カウンセリングやセラピーを検討することが推奨されます。時には、専門家の助けを求めることも重要です。心理的な支援が必要な場合や、自己解決が困難な場合には、カウンセリングやセラピーを検討することが推奨されます。自己解決が困難な場合、自分で感情をコントロールしようと努力しても、それが一時的な解決にとどまり、同じ問題が繰り返し起こる場合は、専門家の助けを求めることを考えるべきです。継続的な感情のアンバランスが日常生活に大きな影響を与えている場合、カウンセリングやセラピーが新たな解決策を提供してくれるかもしれません。日常生活に支障が出ている場合、感情の問題が職場や家庭生活、社会生活に顕著な悪影響を与えている場合、専門的な支援を求めることが賢明です。例えば、仕事のパフォーマンスが落ちたり、人間関係が悪化したりするなど、日々の活動に支障が出始めたら、それは専門家に相談する適切なタイミングかもしれません。ネガティブな感情が長期間続いている場合、悲しみ、怒り、不安などのネガティブな感情が数週間以上続いており、それが自己解決できない場合は、心理的な支援を求めるべきです。持続的な感情的ストレスは、精神的な健康に深刻な影響を与えることがあります。これらの状況に該当する場合、早めに専門家に相談することで、感情的な問題を健康的に管理し、解決への道を見つける支援を受けることができます。専門家による適切なアドバイスや介入は、感情のアンバランスを効果的に扱うための重要な一歩となります。今回は感情のケアパッケージというテーマで、感情の理解から日常でのケア方法、さらにはアンバランスな感情の対処法まで幅広くご紹介しました。基本的な感情を理解しておくことは、自分がネガティブになってしまった時の解決の糸口にとても重要だと感じました。バランスを崩した時に、落ち着いて感情の原因を見つめられるようになりたいと感じました。皆さんにとっても、感情との向き合い方に役立つヒントになれば幸いです。
最後まで見てくださったあなたに感謝。この出会いが未来に向けての小さな一歩となりますように。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけたら幸いです。私たちの動画にまたいらしてくださいね。